今回は1泊2日で熱海を楽しんできました。たくさん食べ歩きをしたり、カフェに行ったり、海を眺めたり、大満喫してきました。ずっと泊まりたかったホテルニューアカオにも行ってきたので、ぜひ最後までご覧ください。今回の旅は東京駅から始まります。1泊2日で熱海を楽しんできます。今回は特急踊り子で熱海に向かいます。チケットを購入したのは直前だったんですが、それでも 35% オフで買うことができました。熱海は駅の近くにも食べ歩きできるようなものがたくさんあるようなので楽しんでいきたいと思います。約1時間20分で到着しました。乗り換えもなかったのでとっても楽ちんでした。熱海駅の前にやってきました。まずは平和通り名店街を楽しみたいと思います。アーケードになっているので雨の日も安心です。最初にやってきたのはこちら、丸天です。こちらでは揚げたての磯揚げを食べることができます。タコ棒とエビマヨ棒が人気のようです。私はチーズが好きなのでこのチーズ棒を購入しました。だいぶずっしりしていて重いです。ちなみにですが PayPay を利用することはできました。上の方にはチーズがなかったんですが、奥の方にしっかり入っていました。これも美味しかったですが、今度は別のも食べてみたいです。続いては杉山名産店にやってきました。ここで購入したのは温泉まんじゅうです。1個100円ととっても安かったです。中身はこしあんで皮はもちっとしていて、私はとても美味しく感じました。比較的大きめというところも良かったので、行ったらぜひ寄ってみてください。続いてやってきたのはこちら、カフェキチです。こちらのお店は11時からやっています。メニューはコーヒー、紅茶、季節のドリンクなど飲み物がたくさん用意されていました。他にも静岡の食材を使用した軽食やスイーツもあります。こちらのお店はたまたま見かけて入ったんですが、細部までこだわりが見られますし、雰囲気もとっても素敵です。来ました。飲み物はスパイスチャイにしました。オーツミルクに変更しています。それからこちらは桜エビとしらすのトーストです。私の大好きなチーズがたっぷり乗っています。それに自家製のピクルスがついています。普段あまり酸っぱいものを食べないせいか余計に美味しく感じられました。こちらは桜エビのトーストですが、桜エビの香りもしっかりしていてかなり存在感があります。しらすのトーストもものすごく美味しかったんですが、私はどちらかというと桜エビの方が好みでした。味も良かったですし、居心地も良かったので、近くまで行ったらぜひ寄ってみてください。歩いて次の場所に向かいます。やってきたのはこちら、熱海サンビーチです。徒歩約10分で到着しました。もう少し海に近づいてみます。夏にはここで花火大会が開催されるそうです。冬のせいか人はかなり少なく感じました。向こうの方には今日泊まるホテルや熱海城が見えています。とっても綺麗な海を堪能できたので次の場所に向かいます。
歩いてやってきたのは熱海銀座商店街です。駅前よりもだいぶ静かに感じます。平日ということもあってか、あまり人はいませんでした。やってきたのはこちら、熱海プリンカフェセカンドです。サンビーチから徒歩約6分で到着しました。本店よりも空いているのでおすすめです。こちらのお店はみんなで楽しむお風呂がテーマになっているようで、お風呂気分でプリンを楽しむことができます。プリンも桶の中に入れてくれました。私が購入したのはこのお店限定の固めのプリンです。こちらのプリンにはお塩と熱海レモンが加えられているそうです。一般的なものよりもだいぶムチムチしていて味も濃くて美味しかったので、お土産にもいいんじゃないかなと思いました。お支払いは現金のみです。歩いて次の場所に向かいます。やってきたのはこちら、喜雲閣です。徒歩約10分で到着しました。ここからは写真のみでご紹介します。この喜雲閣は1919年に別荘として築かれました。熱海の三大別荘の一つとされています。入館料は610円で現金のみになります。そして1947年には旅館になりました。宿泊客には太宰治や志賀直哉などがいたそうです。この建物には和館と日本、中国、欧州などの様式を融合させた洋館が存在しています。このお部屋はヨーロッパのデザインを基本にした玉姫です。左側には暖炉が見られます。続いては文豪たちが泊まったお部屋にやってきました。それぞれの部屋に資料が置いてありました。至るところで見られるステンドガラスやタイルも素敵でした。暖炉もあります。こちらには昔のドライヤーみたいなものがあったんですが、これに似たものがフランスにもありました。その奥にはローマ風の浴室がありました。ステンドグラスの窓などは建築当時のものだそうです。こちらは旧大浴場です。今でも使えそうなくらい綺麗な作りをしています。喜雲閣の中には喫茶室安らぎがありました。旅館時代のバースペースをそのまま利用しているそうです。続いては庭園にやってきました。こちらは約1000坪の回遊式庭園になっています。徒歩で次の場所に向かいます。海が綺麗だったのでついつい足を止めてしまいました。さらに先に進みます。熱海ロープウェイに到着です。約15分かかりました。こちらは片道400円、往復700円かかります。約10分間隔で運転されています。乗車時間は約3分とかなり短めです。人工海水浴場熱海サンビーチでお宮の松をはじめ向かって左手の方向にムーンテラス。こちらは恋愛成就のスポットになっているそうです。すぐそばには海空カフェがあって、こちらではドリンクやアイスを売っています。愛称岬展望台にやってきました。熱海の街を一望できる絶景スポットになっています。ずっといたくなるくらいかなり満足度の高いスポットだったので、ぜひここは寄ってみていただきたいです。近くにはフォトスポットもありました。
せっかくなので私も撮りました。ここからまた歩いて移動していきます。熱海城や兵庫館もこの辺りだと有名なんですが、今回は寄らずに行きたいと思います。徒歩約10分で到着したのはこちら、花の妖精というカフェです。ホテルニューアカオの考えカフェになっています。海景色を見ながら過ごすことができる贅沢なカフェです。フルーツパフェが特に人気みたいです。美味しそうなスイーツがたくさんあります。ドリンクメニューもたくさん用意されていました。このお店のインスタグラムをフォローすると 5% 引きで利用することができました。私は本日のデザートプレートセットを注文しました。ホワイトチョコレートがかかったマフィンとアイスクリームが隣にありました。紅茶はカップ3杯分飲めるくらいの量が来ました。バニラアイスクリームやフルーツが美味しいのはもちろんなんですが、やっぱりなんといってもメインのこのホワイトチョコのマフィンが特に美味しくて、このホワイトチョコの甘みとベリーの酸味の組み合わせが最高でした。海を見ながら贅沢な時間を過ごすことができるので、ぜひ近くに来たら寄ってみてください。ついに本日のお宿、ホテルニューアカオにやってきました。こちらのホテルはオーシャンウィングとホライゾンウィングに分かれているんですが、今回はオーシャンウィングに泊まります。チェックインを済ませたのでお部屋に向かいます。早速中に入ります。今回は和室6畳のお部屋になっています。なので割とコンパクトなお部屋かなと思います。こちらを開けるとお風呂セットが用意されていました。その上には消臭スプレーがあります。こちらには電話、メモ帳、それからティッシュ、大きなテレビと金庫があります。こちらの棚にはグラス、それからお茶セットがありました。エレベーターの近くにウォーターサーバーがあるので、利用した場合はこちらのお部屋にあるボトルを持っていくと使うことができます。その下には冷蔵庫がありました。中は空っぽです。そのお隣にはタオル掛けがありました。こちらには椅子とテーブルがあります。鏡のそばにはポーチが2つ置いてありました。中身を見てみたんですが、片方は充電ケーブルになっています。こういうのありがたいですよね。そしてもう一つはドライヤーでした。そんなに風力は強くなかったです。隣には空気清浄機があります。紹介し忘れていましたが、入り口の押し入れの中にはハンガーもちゃんとありました。お部屋からの眺めも最高です。エアコンは温度設定できない仕組みになっていました。続いてはバストイレを見ていきたいと思います。よくある一般的なホテルのバストトイレかなと思います。アメニティはブラシや歯ブラシなど最低限のものが置いてありました。ボディーソープやシャンプー、コンディショナーは置いてあります。湯船は比較的広めです。ちなみにですが、コンセントの数が少なくて位置もちょっと微妙だったので、できれば枕元とかに欲しいなと思いました。お部屋にお菓子が置いてあったのでいただきたいと思います。こんな紙をいただいたんですが、私が気になっていたこともちゃんと書いてあったのでとっても助かりました。こちらのホテルはなんと温泉が全部で3つあります。なので早速1つ行ってきたいと思います。これから行こうとしている温泉がホライゾンウィングにあるので、意外と歩きました。クリスマスが近かったのでツリーが飾ってあります。
休憩スペースもたくさんありました。フォトスポットもあります。ショップエールというお土産ショップもあります。温泉に入る前にこちらのロイヤルラウンジにやってきました。ウェルカムドリンクは14時から17時までいただくことができます。コーヒー、紅茶、ソフトドリンクが用意されていました。かなり眺めも良かったので、こちらのホテルに来たら忘れずにぜひ寄ってみてください。温泉の近くには自販機が用意されていました。最初の温泉はスパリウム錦を楽しんでいきたいと思います。こちらの温泉では海を見ながら温泉に入ることができます。露天風呂はもちろん宇宙でも海を楽しむことができました。洗い場は結構多くて、クレンジングも用意されていました。私は入りませんでしたが、サウナもあります。化粧水なども用意されていたので、とても助かりました。館内着は私の好きな上下セパレートタイプが用意されていました。お土産ショップでこの T シャツを購入してきました。LINE 登録すると500円引きで買うことができます。だいぶお腹が空いたので、お夕飯を食べに行きたいと思います。こちらにもお土産商品を扱っているショッピングコーナーがありました。夕食会場の前の廊下もとっても素敵です。メインダイニング錦にやってきました。SNS で見ていたレトロな景色を実際に見ることができて感動しました。お食事はビュッフェスタイルになっています。タイミングによっては結構並ぶこともあるようなんですが、私が行った時は全然待たずに撮ることができました。この写真に載せているもの以外にも和食、洋食ともにたくさん種類がありましたし、デザートもたくさん用意されていました。他にはお寿司だったり、あとはピザ、それからサラダもありました。ドリンクもたくさんある中から選ぶことができます。静岡名物のおでんもありました。甘いもの好きにはたまらないチョコフォンデュまであります。私が持ってきたのはこちらです。まずはサラダ、そしてステーキ。こちらはじゃがいものポタージュです。他にも美味しそうなものを取ってきました。こちらのお肉はその場で焼いてくれたんですが、柔らかくてとっても美味しかったです。デザートコーナーにあったものもたくさん取ってきました。どれも美味しそうです。詳細を忘れてしまったんですが、これは確かピスタチオのケーキだったと思います。チーズケーキ好きなので、こちらのレモンチーズケーキも最高でした。チョコレートフォンデュは久しぶりにやりましたが、こちらももちろん美味しかったです。お食事中にはピアノの生演奏も聴くことができました。お部屋に戻る前に少し寄り道をしたいと思います。こちらには缶詰バーやカラオケルームがあります。昔懐かしいゲームコーナーもありました。一旦お部屋に戻ります。まだ行っていない温泉があるので、これから行ってきたいと思います。今回は露天風呂波根にやってきました。名前の通り波音を聞きながら温泉に入ることができます。昼間入った温泉に比べるとちょっと寒いかなという感じがしました。だいぶ疲れたので明日に備えて寝たいと思います。見てください。朝お部屋から見る海の景色が最高に綺麗でした。朝一で大浴場再開に行ってきたいと思います。7時台でまあまあ空いていました。これで3つ全部の温泉に入りましたが、個人的にはスパリウム錦が一番良かったです。部屋に戻る前にサロンド近隣にやってきました。こちらは普段宴会やイベント等に使われているようです。
こちらでは熱海の海と街を見渡すことができます。お部屋に戻ってきました。朝一の景色も良かったですが、この時間帯の眺めも最高でした。お腹が空いてきたので朝食会場に向かいます。夜ご飯の時よりも少し会場は混んでいるようでした。夜ご飯の時と同様で和食と洋食どちらも用意されていました。定番のパンやコーンフレークなんかもあります。フルーツや私が好きなフレンチトーストもありました。私が取ってきたのはこちらです。和食と洋食のもの少しずつ取ってきました。個人的にはフレンチトーストがあったのが嬉しかったです。この後おかわりもしました。こちらのホテルのお食事は種類が多くて味も結構美味しかったですし、何よりも会場がとっても素敵なので、もし泊まった際はぜひ行ってみてください。チェックアウトが結構混み合うとのことだったので、この後すぐに行きました。名残惜しいですが、熱海駅の方に戻ります。熱海駅までは送迎バスを利用しました。こちらのバスは予約不要です。この日は平日でしたが、席はほぼ満席でした。約10分で熱海駅に到着です。今日は電車で次の場所に向かいます。平日の昼間ということもあってか、この電車の中はだいぶ空いていました。一駅隣の木の宮駅に到着しました。歩いてやってきたのはこちら、木の宮神社です。徒歩約5分で到着しました。せっかくなので写真も撮りました。早速中に入っていきたいと思います。こちらの神社は来福縁起の神として信仰されているそうです。平安時代には坂上田村麻呂が戦の勝利を祈願した場所ともされています。こちらの神社は1300年以上の歴史を持つんだそうです。三州殿に寄ってきたいと思います。中ではお守りなどが販売されています。ここで御朱印もいただけるようなので私もいただいてきました。隣にはドリンクや軽食を売っているカフェがあります。続いてはこの神社で有名な大楠を見に行きたいと思います。到着しました。こちらの大楠は樹齢なんと2000年以上、国指定の天然記念物になっているそうです。幹を一周回ると寿命が1年延びるとされています。ここにもカフェがありました。こちらには紬の縁というより近くに大楠を感じられる橋があります。こちらは定員が2名なので順番待ちをします。下に戻ってきたんですが、ここではこれにもたれかかって大楠を見上げることができます。ここで少しぼーっとしていたのですが、この神社が日本屈指のパワースポットと言われる理由が分かった気がします。こちらにはフォトスポットがあったので、私も撮ってみました。こちらではドーナツも販売されています。だいぶパワーをもらった気がするので、次の場所に向かいたいと思います。せっかくなので次の場所にも歩いて向かいます。思ってた以上に坂が結構大変だったので、バスを利用することをお勧めします。熱海梅園にやってきました。徒歩約15分で到着です。梅祭りの期間中は有料ですが、この日は無料で入ることができました。少しずつ咲いてきているのがわかります。こちらは明治19年に開園したようで、60品種の梅が咲くそうです。
今回は時期的にちょっとしか咲いていない時期だったので、梅祭りの時期にも今度来てみたいです。園内には韓国庭園もありました。こちらは2000年に熱海で開催された日韓首脳会談を記念して作られたそうです。ちなみに今年の梅まつりは1月6日から3月3日までやっていたようです。来宮駅の方に戻ります。来宮駅すぐそばにある来宮クオンベーカリーカフェにやってきました。パンやドリンクを売っていて、私はジンジャー黒糖ラテを注文しました。ジンジャーが強めで甘かったです。熱海駅に戻ってきました。こちらは駅前にある足湯です。徒歩で次の場所に向かいます。結構この日は風が強かったです。徒歩約10分で到着したのはこちら KKR ホテル熱海です。2500円で日帰り温泉とランチを利用することができます。7階の大浴場にやってきました。こちらのホテルでは海を眺めながら温泉に入ることができます。お昼時のせいかほぼ貸し切り状態でした。クレンジングはありませんでしたが、化粧水等はすべてあります。私は入りませんでしたが、サウナもありました。お腹が空いたのでランチに向かいます。曜日によってはやってない日もあるので気をつけてください。自動販売機もちゃんとありました。館内には有料ですがドリンクコーナーもあります。ランチは入浴券とセットでなければ結構種類があるみたいでした。私はこの4種類の中から選ぶことができました。私が注文したのはこのしらす丼御膳です。お値段の割にはかなりボリュームがあってだいぶお腹がいっぱいになりました。しらす丼以外にも天ぷらだったり、あとは茶碗蒸しやデザートもついていたので、お値段の割にはかなりお得だと思います。館内は他にもゲームコーナーがありました。懐かしいものが置いてあります。こちらは休憩スペースです。漫画も置いてあってバスまでの時間をここで過ごすことにしました。他にも熱海には日帰り温泉がたくさんあると思うんですが、こちらは海を見ながら入る温泉が最高だったので、ぜひ寄ってみていただきたいです。ここからはバスに乗って戻ります。仲見世入り口のバス停で下車しました。バス停から徒歩約1分で到着したのは、いちごボンボンベリー熱海ハウスです。先ほどのホテルから歩いてくることもできます。いちご飴や大福などが売っていました。パフェやソフトクリームも売っていてとても人気のようでした。購入してからイートインスペースに向かいます。こちらのイートインスペースはいちごハウスの雰囲気を表現しているそうです。実験室のような雰囲気もあってとっても可愛いです。私が購入したのはこのボンボンソフトです。いちごが乗っているのが嬉しいポイントです。割とミルクが濃いめかなという印象でした。名残惜しいですが、お家にそろそろ帰りたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメントとっても嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。